こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちら。こちらのシュシュバッグの編み方をご紹介したいと思います。こちらはですね、笹和紙、だるまさんの笹和紙と、キーティーキーティーキーティーのパチパチという2種類の糸を引き揃えて作りました。笹和紙はもう名前の通り天然の和紙を使用した夏にぴったしな天然素材で、パチパチはキーティのオリジナル糸なんですけど、ちょっとパチパチと弾けるようなラメが特徴で、間にね、ノットになってるので、ランダムに出てくる、キラキラするラメ糸になっております。その2種類の糸を引き揃えて編みました。で、冒頭にお伝えした通りに、シュシュバッグという名前にしてるんですけど、じゃじゃーん。こんな感じ。可愛くないですか？この、シュシュ形状。ここにね、ゴムが入ってるんですよ。この手首にシュシュをつけるような感覚で持つちっちゃめのバッグになっております。本当にお財布とポーチとちょっとスマホぐらいは全然入るぐらいのサイズ感にはなるんですけど、こんな風にしてお出かけの時に持ちたいなと思っております。で、こうやって手に持って持つこともできますし、さっきみたいに手首につけたりとか、ちょっとこうやってクラッチバッグみたいにして持ったりとか、いろんな持ち方で楽しんでいただけるバッグとなっております。かわいい。で、作り方はですね、真ん中にこのゴムが、シュシュのようにゴムが入っていて、ほんとシュシュのようにぐるっと2枚編みます。でね。で、この縁を拾ってバッグの部分を扇状に編んでいって、最後にここを閉じています。こんな感じで、シュシュバッグという名前を付けました。でね、もちろんここ1枚を作ってシュシュとして使うこともできるデザインになってるので、本当にいろんな糸を変えたり、シュシュを編んでみたり、バッグを編んでみたり、いろいろ楽しめるようなデザインになったんじゃないかなと思っております。かわいいですね。で、こちらですね、オンラインストアでキットも販売いたします。笹和紙とパチパチのセット。あと、この中にマグネットホックがここについてるので、マグネットホックまでセットになったキットになっております。こちらがナチュラル。01番とパチパチブラックのお色。ちょっと他のカラーは今編んでる最中なのでまだお見せできないんですけど、全部で5、6色の展開にしようと思っています。で、すでに編んだちょっとスワッチ、ゲージがね、これかわいい。ピンクの笹和紙とオレンジのパチパチ。これもちょっと編みたいなと思っております。こちらでバッグ編もうかなと。もうね、すっごい可愛い。これずっと、本当にこの去年の冬ぐらいかなから夏に絶対このシュシュバッグを編みたいって思ってたんですよ。なんで編みたいと思ってやっと編めたバッグ。もうすっごい可愛い。このサマーワンピとかに合わせても可愛いし、もう本当に結構カジュアルな T シャツとかそういうカジュアル系のコーデに合わせても絶対可愛いし、もうね、絶対この夏大活躍させたいバッグでございます。ぜひぜひ皆さんも編んでいただけたら嬉しいです。そしてオンラインストアチェックしていただいて、キット購入していただけたら嬉しいです。で、一つお願いがあって、結構ね、私オンラインいろいろカラーバリエーション作るんですよ。で、作品を例えば2個作ることもありますし、でもそれ以外だと結構こういう風にスワッチで編むんですね。で、キットをもしご購入いただけたら、ぜひ、キーティをメンションつけていただいて、インスタに投稿していただけるとすごく嬉しくて、他のカラーをなかなか作れないので、その画像が見たいというか、完成形の写真があるとすごく嬉しいなと思っております。皆さんぜひぜひインスタグラム投稿していただけたら、嬉しいです。よろしくお願いします。あと声がガサですいません。じゃあ、編み始める前に概要欄にオンラインストアの URL、編み図も販売してるのでそちらの URL、あとインスタグラムの URL、あと、目次代わりになるチャプターも概要欄に記載します。あと道具だったり、糸どれくらい使ったなども記載するので、もしよかったら見てみてください。それでは早速、編んでいくぞー！本日はこちらの糸を使って編んでいきます。キーティオリジナル糸をパチパチのブラック。そしてだるまさんの笹和紙ですね。こちらの1番。
そして使用するかぎ針は7号針を使っていきます。で、今回はこんな風にヘアゴムを4本使っていきます。2本ずつですね、使用します。このヘアゴムは直径5センチほどのヘアゴムとなっております。こちらが図案になります。1段目はこのヘアゴム2本に細編みを40目編んでいきます。で、1模様が5目になるので、全部で8模様を編んでいくことになります。ちなみに1模様はこのピンクの、ラインで描いたこの編み図の部分が1模様となってます。この模様を8回繰り返す模様となってます。それでは編んでいきます。輪ゴムを2本というのもですね、なんで2本かというと、今回バッグにするので1本だとちょっと事前に編んでるんですが、1本だとちょっとこう持った時にビヨーンと簡単に伸びちゃうなと思って、ちっちゃいバッグなのでそんなたくさん物を入れるわけではないんですが、こんな風に持ちたいので2本にしてこうちょっと強度を出したいなと思います。こうやって持った時にもなんていうかね、ビヨーンとあんまりこう伸びすぎないように輪ゴムを2本にしていきたいと思います。それでは編んでいきます。この輪ゴムの中に針を入れて糸をかけて引き出します。で、ここで鎖1目を編む。これで輪ゴムに糸がつきました。ここから編みます。立ち上がり鎖1目。で、この輪ゴムに針を入れて、ぐるっと持ってきて、細編みを1目編みます。こんな感じ。で、この時にこの糸端一緒に編みくるんでます。で、1目目に印を、マーカーをつけておきます。こんな感じ。で、続けて編んでいきます。2目目。3目。4目。5目。それでは2段目から模様を編んでいきます。まず細編みに玉編み、長編み3目の玉編みを編みます。一番最初は立ち上がりがあるので、立ち上がり鎖2目。で、長編みを2目編んで玉編みにする。で、鎖5目編んだら、前段の細編み1目飛ばして、次の細編みに長編み3目の玉編み。で、鎖3目を編む。そして、次の、細編み2目を飛ばします。で、次の細編みに長編み3目の玉編み。鎖5目、細編み1目飛ばして、次の細編みに長編み3目の玉編み。細編み2目飛ばす。で、ここは鎖3目。このピンクの模様、これを繰り返して編みます。全部で8回繰り返します。はい、2段目編んでいきます。立ち上がり、鎖編み2目。で、先ほど引き抜き編みをした1段目の1目目の細編みに針を入れて、途中までの長編みを2目編みます。で、この針にかかってる3本を引き抜く。これで玉編みが1つ出来上がりました。で、1、2、3、4、5目です。で、1目目の玉編みに印つけておきます。そうしたら次の玉編みを編む。1目飛ばしてその次の細編みに途中までの長編み3目。で、引き抜く。1、2、3目。鎖編みを編みます。で、1、2目飛ばします。で、次の細編みに長編み3目の玉編み。このようにして模様を繰り返して編んでいきます。はい、2段目編んできました。
全部で8模様あります。そしたら、1目目の玉編みの頭に引き抜き編み。これで、2段目編み終わってます。全部で8模様あるか、この段階で一旦数えると足りないっていうミスがないのでいいかと思います。次3段目編んでいきます。そしたら今ここで編み終わってると思います。引き抜き編みでここに移動します。この鎖から編み始めたいので、ここに移動。で、ここからここで編んだのと同じように立ち上がりと長編み2目の玉編みですね。で、鎖5目。この鎖即ですくって長編み3目の玉編み、鎖5目玉編み。ここは玉編みがこの鎖5目に3つ編まれます。で、鎖3目。で、また玉編み、鎖5目玉編み、鎖5目玉編み。で、鎖3目。これを繰り返します。それでは3段目編んでいきます。隣の鎖に移動。で、鎖編み2目。前段の鎖を側で拾って玉編み。1、2、3、4、5目。玉編み。1、2、3、4、5。玉編みで、1、2、3。こんな感じで、だんだんと増えていきます。次の段は、この鎖を拾って、また玉編み2目と間に鎖5目。という風に、基本的な編み方は玉編みと鎖編みなんですが、これを、入れる目を変えるというか、段ごとに一つのその目のところに数個入れて増えるように、サークル状になるようにしていきます。それではですね、このような編み方で4段目までまずは編んでいきます。で、3段目は今説明した通り、4段目はこの3段目のこの一山、ここの山に玉編み、鎖5目、玉編み。で、この次の玉編みに行くときも鎖5目。で、また玉編み、鎖5目、玉編み。で、次の模様に移動するときも鎖5目。という風にして4段目までぐるっと編んでいきます。はい、こんな感じで編み終わりました。もうこの時点でシュシュとしても使えます。かわいいです。ただシュシュにする場合は、この中のゴム、ここ今2本入ってるんですけど、2本だと結構強度があるので、シュシュとして使う場合は1本にするのをおすすめします。ちなみに1枚だと笹和紙を1玉、ほんと1玉ちょい使った感じですね。はい。で、これをこんな感じで2枚同じものを編んでいます。そして次からこのシュシュを2枚、この2枚が、こんな風に重ね合わせてハンドルになります。そして、このね、今ここにマーカーをつけてるんですけど、だいたい4模様、1、2、3、4模様分のとこにここに印をつけてます。で、ここからこういう風に袋の部分を作っていって、シュシュハンドルのバッグとなるということになりますね。で、ここの縁を拾って、で、もう1枚の同じ位置の縁を拾って、こう輪に編んでいって、袋の部分を作っていきます。編み図がこちらです。ここ、今ちょうどシュシュのここで編み終わってると思うのですが、ここからまずここまで移動します。引き抜き編みで移動していきます。で、この鎖2目の位置に糸を移動させたら、
この模様、立ち上がり鎖3目、鎖2目で、この鎖2目即ですくって長編み3目で、次のこの鎖2目即ですくって長編み3、鎖2目、長編み3、次のこの鎖2目すくって長編み3、鎖2、長編み3で、これを繰り返していきます。で、1模様、2模様、3模様、4模様、4模様目のここですね。ここまでが1模様なんですが、ここまでで左右対称にしたいので、同じ模様のこことここで4模様としています。で、ここからここでバックの半分で同じように裏側というかもう1枚の方にも編んで、最後はこの長編み2目編んだら、この立ち上がり鎖3目の3目目に引き抜き編みで移動する。で、またこっち移動して立ち上がり3目、鎖2目、長編み3目という感じで編んでいきます。それではね、早速編んでいきたいと思います。ここから1模様、2模様、3模様、4模様目のここまで編みます。はい、そしたらこの山のてっぺんまで移動したいので、鎖編みで移動していきます。引き抜き編みですね。こんな感じで、この長編みの頭の鎖1本を拾うイメージです。そしたら、この鎖、ここまで来たら鎖に針をスポッと入れて、引き抜く。はい、これで移動ができました。ここから、1段目ですかね。バッグの袋の部分1段目編んでいきます。立ち上がり鎖編みを3目。3目目にマーカーをつけておきます。で、さらに2目プラス編んで、ここの鎖2目即ですくって長編みを3目。そしたら次のこの山のここの鎖をすくいます。こんな感じで長編みを編む。ここに長編みを3目。鎖2目、長編み、こんな感じで模様を編んでいきます。で、この模様をこのすべての縁の山を拾ってマーカーをつけたここまでまずは編んでいきたいと思います。こんな感じで編みました。そしたら次はですね、この今編んだものを裏返します。そしてもう1枚のこのシュシュ型のハンドルを合わせます。こんな風にマーカーをつけていくと位置がわかりやすい。で、こんな風にしてこちら側も編んでいきます。今ここにこんな風に長編み3、鎖に長編み3が編まれてます。そしたら次の2枚目のシュシュのこのマーカーをつけてるところ、ここにもまた同じように長編み3目、鎖編み2目、長編み3目編んでいきます。で、ここからまた同じようにぐるっと
反対側というかこの1枚分ですね。このマーカーをつけたここまで編んでいきます。編んでまいりました。ここからここまで。そうしたら先ほど編んだもう1枚ここにあります。これをこんな感じで重ねてあげて、この編み始めのところにつなげていきます。ここまで編んだので、この編み始め、ここ立ち上がり鎖3目、ここに長編みを2目編む。で、この立ち上がりの鎖3目に針を入れて引き抜くと。これでバッグの袋の部分の1段目が完成です。ですね、2段目以降はもう基本的に同じです。編み方はもう同じ。前段のこの鎖2目を拾って長編み3、鎖に長編み3をぐる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 と編んでいって戻ってくるという風に編みます。そしたら2段目編みます。最初はこの鎖の部分に引き抜き編みで移動する。で、1、2、3で2目。全部で5目ですね。で、ここに長編みを3目。で、また次の模様に編んでいく。はい。こんな風にしてバッグの今度は袋の部分をどんどん編んでいきます。こんな感じで編み終わりました。ここが、ハンドルにしているシュシュのところの縁、そこから1、2、3、4段編んだ形になります。そうしたらですね、この底の部分を閉じていきます。こんな風に縁がなってるので、全部拾うと結構ゴワゴワしちゃいそうなので、ここ細編み、鎖3目、2枚同時に細編み、鎖3目、こう同時に2枚ですね。同時に細編み、鎖3目、細編みという感じで編んでいこうかと思います。そしたら脇がね、ずれないように、脇はここですね。ここなので、ちゃんと脇を合わせて、脇がずれないようにして、貼り合わせていきます。そうしたら、一番端に糸をつけます。こんな感じで。で、ここに細編み。で、鎖3目をする。そして、この模様の間の鎖2目のところに、1枚目、2枚目ともにスポッと針を入れて、同時に細編み。鎖3目。今度はこの谷の部分ですね。この模様の谷の部分、ここ2枚同時にすくって、細編み。鎖3目。この山の部分の鎖2目のところ2枚同時に拾って、細編み。こんな風にしてバッグの底を閉じていきます。ここまで編んで鎖3目編んでます。そしたら一番最後はこの間を
て、細編みで編み終わります。完成です。すごく可愛くできました。一旦この段階で重さを測ろうと思います。160g で完成です。笹和紙が約5玉、パチパチが約2玉使いました。それではネームとマグネットホックですね、つけていきます。はい、それではマグネットホックをつけます。このちょうど中心がここです。なので、この辺につけます。マグネットホックをパカッと開いて、糸と針ですね。で、つけていきます。ちょうどこの細編みの部分にほぼほぼかかってくる感じでつけれたらと思います。こんな感じ。で、反対側は、ここにつけていきます。この青いシートは縫い終わったら外します。はい、マグネットがつきました。こんな感じでパチッと止まります。それではネームをつけていきます。もうほんと好きなところにつけていただいて OK です。今回は私はちょっと内側につけたいなと思っていて、ちょっと悩んでるんですが、結構スケスケなので、この辺下のここら辺中心のこのシュシュの縁の次の段、袋に編んでる1段目ぐらいのところに縫い付けていこうと思います。つきました。これで完成となります。それではサイズ測ります。横幅41センチ。で、高さがここから17センチですね。で、ハンドルは最初お伝えした通り直径が5センチのゴムが入ってます。で、このシュシュの高さを一応測っておくと、ここ、シュシュの幅で11センチとなっております。はい、いかがだったでしょうか？シュシュバッグ。こんな感じでね、手を通してぜひ編んでいただけたら嬉しいです。最後まで、ご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またね。キーティキーティキーティの書籍3冊現在発売中です。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。